こんにちは。超大型メガタの巨人です。今回は人類側の防衛最前線とも言える最も外側の壁、ウォールマリア、その内側にあるシガンシナ区ですね。この最底辺の人間が住まう居住区、こちらの建造物を徹底的に破壊し尽くして人類を駆逐していきたいなと思います。よろしくお願いします。あんまりこの茶碗やりすぎるとね、エレン・イェーガーにこの動画が駆逐される恐れがあるので、そろそろ真面目にやっていきましょうか。では改めまして、世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回はですね、このエリアの2番ですね、ここがちょっと戦いにくいっていう問題とかがね、いろいろあったので、ちょっとこの周辺のマップの構造をね、見直していきたいなと思います。あながち冒頭の茶番でやってた内容も間違いではないっていう風な感じですね。で、このエリアの2番なんですけれども、まず最初の1番エリアでチュートリアルの戦闘を終了したプレイヤーがゲートをくぐり抜けて到達する場所ですね。大昔に起きた大きな地伐による地盤沈下の影響を色濃く受けている場所なので、全体的に傾いて坂道っぽい感じになってます。そして遺跡というかね、建造物の残骸のようなものがたくさんあって入り組んでいるので、結構ね、ご覧のようにカメラの問題とかも相まってとても戦いにくいエリアになってしまっています。カメラ問題に関してはね、以前の動画で壁の透過処理を入れるなどいろいろ対策はしてきたんですが、それでもなおっていうような感じです。あとこのエリア2番は結構緑、植物も多い場所なんですけど、多分この島の中では一番多いかな。他のエリアでね、遺跡の中で戦うみたいなのはやってるシチュエーションがあるので、この2番エリアはですね、建造物を取っ払って自然の中で戦うエリアというシチュエーションに寄せていこうかなと思います。さっきね、このサムネ撮影してる時に思ったんだけど、超大型メガタの巨人を眺めてたらね、ある感情がちょっと湧き出してきたんだよね。普段から俺結構背高い女性って割と好きなんだよね。なんか男の人って自分よりも背が低い女の子と付き合いたい人が多いみたいな傾向ありがちかなと思うんだけど、俺は逆に自分より高身長でも全然いいっていう感じなんだよね。そんなことを考えながらこの超大型メガタの巨人見てたらね、なんかちょっとね、美しいなって思えてきたんだよね。そこでちょっとハッとしてね、これ以上この道進んだらちょっとやばそうだなっていう匂いがしたんで、ドアを閉じてこちら側の世界に戻ってきたんですけど、いざね、これと戦えってなったらちょっときついよね。うちの地伐に出てくるメイナスたちもこのサイズ感の敵だったらね、さすがに勝てない可能性が高いと思います。そう考えるとやっぱりね、立体起動装置ってめちゃくちゃいいアイテムだと思うんだよね。まずね、進撃の世界観にめちゃくちゃ合ってるんだよね。らしさがあるっていうか、ぽさがある。なんかすごいそれっぽいじゃん、あの機械って。それでいてちゃんと強くてかっこいいアイテムでもあるっていうね。あのアイテムがあるおかげで、進撃の巨人っていう世界観が一つね、解像度が上がってる気がするんだよね。で、うちのゲームでもやっぱりこのワイヤーアクション的なものは製品版にはね、絶対入れたいなって思ってるんだけど、その理由がね、やっぱりその大型敵との戦闘で使えそうだからっていうところなんだよね。それともう一つはマップの探索だよね。エリアごとに区切られてるっていうよりかは、オープンなフィールド形式で作りたいなと思っているので、ワイヤーアクションはね、やっぱり喉から手が出るほど実装したいものの一つになってます。ただ作るのがね、クソむずいんだよね。なんかみんなも普段ゲームプレイしててなんとなくわかると思うんだけど、ワイヤーアクションってクソほど作るの難しいんだよね。まず必要なアニメーションの数がめっちゃ多いよね。FF7 のリメイクの時みたいにシチュエーションを限定してね、なんかこの場所からこの場所までワイヤーアクションで行けますみたいな、ああいう限定的な使い方だったら結構簡単に作れるんだけど、それこそスパイダーマンみたいなね、もうどこにでもワイヤー張れますみたいになってくるとかなり難しいよね。ワイヤーの着弾地点を見えないようにしてごまかしたりとか、いろいろうまいやり方でやってるみたいですね。あとは赤狼なんかのようにワイヤーの着弾地点を限定するっていうやり方もあるよね。どこにでもさせるわけじゃなくて、特定のアイコンが出る場所にのみワイヤーアクションできるっていう感じ。ただスタート地点はね、プレイヤーの位置で任意に決めることができるので、この場合でも結構作るのは難しかったりします。で、何が言いたいかっていうとね、
ワイヤーアクションの達人をね、一人仲間に入れたいなっていうことですよ。かねてからね、ずっと体験版と一緒にクラファンもスタートさせたいっていう話はしてきたと思うんだけど、そのクラファンがね、ある程度成功したら、多分開発メンバー結構5人とか10人とかね、増やしたいなって思ってるんだけど、その中にね、一人はそういうワイヤーアクションの達人ね、某有名タイトルでワイヤーアクションバリバリいじってました。みたいな人が仲間になってくれたら嬉しいな、みたいな、そういう未来に向けてのお話でした。で、ここでまたちょっと話変わるんだけど、クラファンつながりでね、アトラスの目黒昌司さんっていう方、ご存知ですか？ゲームの作曲家の方なんですけど、ペルソナとかってさ、BGM めっちゃいいじゃん。だから結構有名な人だと思うんだけど、目黒さんがね、今実は個人でゲームの開発されてるんですよね。で、実はね、講談社ゲームクリエイターズラボも、それに少し協力してると。資金提供とかはやってないんだけど、開発に関する雑務とかね、あとローカライズとかも多分講談社がやるのかな？おそらくですけど、そういう協力関係にあるということで、そんな目黒さんがクラファンをね、始めたんですよ、先日。で、実は講談社と、クラファンで有名なね、キックスターターっていうところがあるんだけど、そのキックスターターと講談社がフレンドリーシップ的なものを結んでるんだよね。だからそのつながりで、目黒さんもキックスターターっていう場所でね、クラファンをやってたみたいなんだけど、それがつい先日ね、期間を満了して、結果、だいたいね、約2000万円ぐらい集めてたんだよね。すごいよね、2000万って。個人が作るゲームに2000万円っていう量の資金が集まってくると。で、公開されてるデータはね、ちょっと僕も気になったんで眺めてたんだけど、参加した人数がね、ちょうど2000人らしいんだよね。2000人のお客さんがお金を投げて、その合計金額が1920万ぐらいだったかな。約2000万円と。だいたい一人頭1万円投げてるっていう計算だよね。でね、こっから自分の話になるんだけど、ハイタカは一体いくらぐらい集めようとしてるのかと。ちょっとね、目黒さんの例を出した後でこういうこと言うとね、笑われちゃうかもしれないんだけど、実はね、1億以上はね、集めたいなって思ってるんだよね。最低1億。これはあくまではね、目指すもの、世界一面白いアクション RPG っていうを目指す上での、そこから逆算したらね、最低でもそれくらいはないとダメだよなっていうような額なんですけど、いやー結構難しそうだよね。実現の可能性としては。でも歴史を振り返ってみるとね、そのゲームに関するクラウドファンディングで、数億円集めたみたいな話も結構たくさんあったりするので、理論的に不可能かって言われると、いや別にそうではないよっていうレベルではあるんだけど、うちの千葉の強みとしては、やっぱり体験版とね、一緒にクラファンをスタートさせるっていうところにあると思うので、あと、一応 YouTube か、12万人程度の登録者はいますよと。やっぱりね、YouTube でバズらせることだよね。体験版のリリースとクラウドファンディングのスタート。そこに合わせて、俺自身もね、どんどん盛り上げていきたいと思ってるし、ぜひね、視聴者のみんなにも拡散をね、お願いしたいんですよ。多分みんな好きなゲーム実況者さんとかね、いると思うんだけど、ぜひね、ちょっと迷惑にならない範囲で、ハイタカのこと、あるいは千葉のことをプッシュしてもらえたらなと思います。やっぱね、実況者とか配信者がゲームをプレイしてくれることって、めちゃくちゃプラスの影響があるんだよね。最近だとヴァンパイアサバイバーズとか、あとチラズアートさんとかもその辺うまいよね。あんな感じでゲーム系のインフルエンサーを巻き込みながらね、クラウドファンディングうまく成功させたいなと思ってます。うちのチャンネルはね、もう切り抜きも天才も何でもありなんで、ぜひね、拡散にご協力いただければなと思います。はい、というわけで自分語りさせてもらってる間に志願しなくのね、掃討作戦が完了したみたいなんで、下の様子をね、見に行ってみましょうか。まっすぐ進んでいくとね、戦闘になるんだけど、ちょっと先に横の方から見ていきましょうか。これ少し変えたポイントですね。反対側にもあるんだけど、鉄格子で塞がれたポイントっていうのを増やしました。これはね、このエリアの敵を撃破することで開く鉄格子になってるんだけど、全部で3箇所かな、ありますね。こちらの意味深なステージ上に刺さってる看板武器にね、目を通すことで確認することができます。敵を撃破することでそのエリアの鉄格子が開くと。ちなみにそれぞれ3箇所の鉄格子の奥には同じようにね、看板武器が刺さってたりします。フレーバーテキストが読めるっていうご褒美ですね。体験版なんでなんかレア装備が落ちてたりとかっていうめちゃくちゃ嬉しいご褒美は残念ながら用意できてません。たまにね、戦闘のコツとかテクニック的なやつも配置してあるので、調査兵団みたいなね、戦闘にしか興味ないよみたいな人でも一応嬉しくなるようなご褒美もね、書いておこうかなと思います。で、肝心の戦闘の方なんですが、エリア自体がね、戦える場所、歩
ける場所っていうのがめちゃくちゃ増えたんで、かなり戦いやすくなりましたね。ただ一点問題としてあるとしたら、ちょっとね、自然、草をたくさん増やしまくったんだけど、これがね、壁とか岩と違って、カメラに対しての透過処理っていうのがまだ入ってないんだよね。なので、プレイヤーとカメラの間にデカめの草が入ってきたりすると、もうね、画面全体が草まみれになってしまって、戦闘どころじゃなくなってしまうということなので、まあ岩とか壁とかにつけてる透過処理をね、同じような実装を草にもしてあげる必要があるかなと思います。では今回この辺で失礼します。お疲れ様でした。